メール配信システムベンチマーク E メールの山本です。明日の業務から使えるメルマガデザイン実践講座のアーカイブ映像をお届けしています。この動画は第4章画像編ということで、メルマガにはどんな画像を入れるといいのかご説明します。また、グラフィックツール Canva を使った画像作成の方法もご紹介します。それではどうぞご覧ください。ユーザー様からどんな画像を入れたらいいかというご相談をよくいただくのですが、確かにそもそもどのような画像の選択肢があって、それぞれどんな効果があるかがわからないと、ちょっと選びにくいですよね。本日はこちらの6種類の画像について事例とともにご説明します。これらの画像を全部使わなくてはいけないわけではなくて、必要なものはどれかを選ぶヒントにしてみてください。一つ目の画像は企業ロゴです。企業名やブランド名を覚えてもらうため、認知づけのため、ぜひ冒頭に置きましょう。テキストメールで言えば、お世話になっております株式会社何々ですというご挨拶をしますが、そのご挨拶に変わるものと考えてみてください。事前質問でですね、上場企業と比べてあまり名前の知られていない中小企業のメルマガで気をつけるべきことはというご質問をいただいたのですが、特にメールにおいては世間的な認知度よりも読者の方との関係性を意識した方がいいと思います。読者に認知してもらえばいいのですから、企業ロゴを毎回入れる、定期的なペースでメールを送り続けるなど、コツコツと認知を深めていっていただければと思います。2つ目はトップ画像です。メールを開いて初めに見える、いわゆるファーストビューに置く画像です。冒頭で読者の興味を引き、心をつかみ、メールを読み進めてもらうための画像です。例えば、こちらの旅行会社のメールでは、トップ画像で夏を満喫しようと楽しそうな旅行客の画像を載せています。もしこのトップ画像なしでいきなり具体的な観光地紹介から始めた場合、その観光地にたまたま興味がある読者の方はいいのですが、他の読者は離脱してしまうかもしれません。はじめに幅広い人に響くテーマを掲げることで、メールを読んでくれる読者の幅を広げているんですね。このようになるべく多くの人の興味を引くのがトップ画像の役割です。トップ画像におすすめなのは、このメルマガのような幅広く受けるテーマ、セール開催中、ハロウィン特集など、緊急性や季節感のあるものは人の心を引きやすいですし、おすすめガジェット5選など、メールの内容を要約したものもおすすめです。もちろんトップ画像を使わない素敵なメールもたくさんあります。ニュースやアップデート情報のメールでは、1枚のトップ画像を大きく置くということはあまり見かけませんし、メルマガ作成の時間や手間を短縮したいという場合は、トップ画像を入れなくても魅力的なメルマガは作れます。そんな時は代わりに人気が出やすいトピックですとか、最新のトピックからメールを始めるといいと思います。一方で、トップ画像を華やかに作り込んで一点突破と言えるようなメールにするケースもあります。CM を打つような感覚で強いインパクトを与えたいときに使われます。多くの企業にとっては、毎週毎月このようなメールを用意するのは結構大変なので、メール業界全体で見るとレアケースかもしれませんね。3つ目は商品画像またはコンテンツのサムネイルです。まずは商品画像からご説明しますね。商品画像の役割は商品の魅力を伝えることです。欲しいと思ってもらうにはどのような画像が効果的なのでしょうか？一つ目は全体画像です。やっぱり商品の全体が見える画像は分かりやすくて商品を選びやすいですよね。次に詳細画像です。これは近づいてみた時の素材の風合いですとか、他の角度から見た様子、動かした時の様子、機能など、いわゆるディティールと呼ばれるものがわかる画像です。例えば、こちらの例のメールでは、いろいろなおまけ機能がついたベルトを紹介しているのですが、ベルトの伸縮性がわかる画像、素材の光沢感がわかる画像、留め具に隠された機能が解説された画像といったものを載せています。次に使用イメージ画像です。商品を使うイメージが湧く画像です。
例えばこちらの空気清浄機のメルマガ、一番上の画像が使用イメージ画像にあたります。こちらの画像ですね。部屋の空気がきれいになって心地よさそうな人のイメージですとか、実際に部屋に置いた時の佇まい、人と比べたサイズ感、インテリアとの組み合わせなどが読み取れます。なお、下の方に載っているのは全体画像ですね。一つの商品に対して画像を2枚、3枚と使えるのであれば、今日ご紹介した3種類のうちいくつかを組み合わせるのがおすすめです。もし1商品につき1枚という限られたスペースで紹介するのであれば、まずは全体画像がおすすめです。また、こちらのメルマガも全体画像を使っているのですが、その商品の背景に置いた植物で、香りですとか、使うとこんな気分になれますよというイメージを伝えています。ファッション、インテリアなどのイメージが大切な商品であれば、このメルマガのように背景に演出を加えたりして、使用イメージを同時に伝える工夫をするのがおすすめです。ファッションブランドのメルマガであれば、商品だけを写した全体画像ではなく、モデルの方が着用しているイメージ画像を使うことが多いですよね。これも同じ考え方です。次に、コンテンツのサムネイル画像です。これは記事、動画、セミナーといったコンテンツのサムネイル画像で、大まかな内容を伝えたり、興味を沸かせるために置かれているものです。文字だけではなく、こうした画像も入れて紹介することで、一般的にクリック率や申し込み率が上がりやすくなると思います。次に説明図です。B2B、商材紹介、教育系、レポート系のメルマガで用いられます。画像を使うことでテキストだけで伝えるよりも簡単かつ短時間で物事を伝えることができます。次は人感を演出する店舗、来客、スタッフの写真です。レストランやホテルをはじめ10店舗をお持ちの場合、来店を促したいという時には、こうした写真もぜひ入れてみてください。こちらはホテルの例ですが、受付の写真にスタッフの姿を入れてみたり、来客の姿を紹介しています。実際のお客様の写真でもいいですし、インフルエンサーやモデルを使ったイメージ写真でもいいと思うのですが、どちらにしろその場で楽しんでいる人の姿を入れることで、読者の方も来店するイメージが広がります。他にはリアル店舗でなくても、セミナーのメルマガに登壇者の写真が掲載されているパターンは多いと思います。このように人感を出すことで、来店や申し込みを促進するということが期待できます。最後は CTA 画像です。詳しくは前の章でお伝えしましたが、クリックを促すための画像です。メルマガに載せる画像はウェブサイトの素材を使い回すことが多いと思うのですが、CTA 画像やバナーはメルマガに合わせて新しく作成しなければならないケースもままあるかと思います。えそんな時に画像をご自身で簡単に作成してみたいという方におすすめなのが、無料でも使えるグラフィックデザインツールの Canva です。専門知識がなくても使えるオンラインデザインツールで、複数の担当者で共有したり編集できるのもいいところです。個人的にお気に入りのツールなので、今日はぜひこちらも紹介したいと思っております。テンプレートや素材が豊富に揃っておりまして、ガイドラインなどの編集を助けてくれる機能もありますので、とても使いやすいです。それでは、こちらに載せた画像の作成を2、3分ほどで実演したいと思います。右上のデザインを作成というボタンから、まずはキャンバスを作成します。キャンバスのサイズはですね、インスタグラムへの投稿ですとか、Facebook への投稿、チラシなど用途別に様々なサイズがデフォルトで用意されています。今回はカスタムサイズを使ってメールのバナーにぴったりな 700×100 ピクセルのキャンバスを作成します。こちらが作成したキャンバスです。作成するとですね、このようにキャンバスのサイズに合わせた様々なテンプレートが提案されます。このテンプレートはこちらの検索窓で、例えばセールですとか、
靴などといった単語で絞り込むことが可能です。こんな感じですね。今回はこちらのテンプレートを使ってバナーを作っていきます。はじめにこちらのキャッチコピーを書き換えたいと思います。テキストの書き換えを行いました。こちらサイズの調整などは日頃お使いのパワーポイントなどと同じような感覚で簡単に調整ができます。こちらの画像を変えていきたいと思います。画像はキャンバ上に無料の素材がいろいろと用意されている他に、ご自身でアップロードした画像を使うこともできます。こちらベンチマークのロゴマークに変更します。画像のサイズ変更や位置変更も直感的でわかりやすいですね。こちらの音楽を聴いている人の写真もメールを読んでいる人の写真に差し替えを行います。サイズ変更はこのように四隅を、操作する形ですね。最後にこちらのボタンもテキストの書き換えを行います。行いました。これでバナーがあっという間に完成です。ご覧いただきありがとうございました。次回の動画では第5章色ヘッダーフッター編ということで、失敗しない色の使い方とメルマガをより読みやすくするためのヘッダーフッターの作り方について解説します。よろしければ高評価、チャンネル登録もお願いいたします。ベンチマーク E メールを使ってみたいという方は、動画の概要欄より無料のトライアルアカウントをお試しください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。